宙の不思議な温度のメカニズム。私たちの住む宇宙には、想像を超える数の輝く星々が存在しています。夜空を見上げると、無数の星々が私たちを見守るように輝いています。その数は私たちの想像をはるかに超え、科学者たちの計算によると、観測可能な宇宙には約2000億個の銀河があり、それぞれの銀河には約1000億個の星が存在すると考えられています。これだけ膨大な数の熱い星々が存在するのに、なぜ宇宙は凍えるように冷たいのでしょうか。今回は、この一見すると矛盾しているように思える宇宙の温度の謎に迫っていきたいと思います。この謎を解き明かすことで、私たちは宇宙の壮大なスケールと、そこに働く物理法則の驚くべき仕組みを理解することができます。まず、私たちの太陽系の中心にある太陽について考えてみましょう。太陽は地球から約1億5000万 km という途方もない距離にあります。この距離を身近な例で考えてみましょう。もし東京から大阪までの距離を 1cm とすると、太陽までの距離は約 3750km になります。これは日本列島を何度も往復する距離です。そんな遠い距離にある太陽でも、その強力なエネルギーは私たちの地球を温め、生命を育んでいます。光は1秒間に約30万 km という信じられないような速さで進みますが、それでも太陽から地球まで到達するのに約8分かかります。では、なぜこれほど多くの星々が存在するのに宇宙は寒いのでしょうか。その答えを理解するためには、まず熱がどのように伝わるのかを知る必要があります。私たちの日常生活では、熱は主に3つの方法で伝わります。1つ目は伝導です。これは、熱いフライパンに触れると手が熱くなるような、物と物が直接触れることで熱が伝わる現象です。2つ目は対流です。お風呂のお湯が全体的に温かくなるのは、この対流によるものです。3つ目は放射です。これは、太陽の光が地球を温めるように、空間を通じて熱が伝わる現象です。宇宙空間では、ほとんどが真空状態のため、電動や対流による熱の伝わり方はほとんど機能しません。唯一効果的なのが放射による熱の伝わり方です。ここで重要なのは、宇宙空間の広大さです。例えば、太陽系に最も近い恒星であるプロキシマケンタウリでさ、地球から 4.3 光年という途方もない距離にあります。この距離がどれほど遠いか想像してみましょう。もし時速60マイルの車で向かったとすると、到達するまでに約4800万年かかります。これは人類の進化の歴史よりもはるかに長い時間です。そして、これは私たちに最も近い星までの距離なのです。他の星々はさらに遠い距離にあります。このような途方もない距離があるため、星々の熱は宇宙空間全体を温めることができません。これは、あなたの庭で焚き火をしても、日本全体を温めることができないのと同じ原理です。さらに、宇宙空間が真空であることも重要な要因です。真空には温度を保持する物質がないため、星からの熱を蓄えることができません。これは、魔法瓶の中に何も入っていない状態で温かい飲み物を保温できないのと似ています。しかし、地球が適度な温度を保っているのは、大気という素晴らしい毛布のような存在があるからです。大気は温室効果によって、太陽からの熱を適度に保持し、地球の温度を生命が存在できる範囲に保っています。これに対し、大気のない月では、昼と夜で極端な温度差が生じます。昼間は100度以上に達し、夜間はマイナス150度以下まで下がることもあります。このような極端な温度変化が起こるのも、大気という断熱材が存在しないためです。最新の研究では、宇宙空間の平均温度はマイナス 270.45 度セルシウスとされています。これは絶対温度で約 2.7 ケルビンに相当し、宇宙マイクロ波背景放射による温度とされています。この極低温の環境で、なぜ星々は燃え続けることができるのでしょうか。それは、星の内部で起こる核融合反応という、途方もないエネルギーを生み出す現象があるからです。例えば太陽の中心部の温度は約1500万度にも達します。これは地球上で人類が作り出せる最高温度をはるかに超えています。しかし、この莫大なエネルギーも宇宙空間の広大さの前では、ろうそくの火のように小さな存在となってしまいます。宇宙空間では、物体は常に熱を放射して失っています。例えば、国際宇宙ステーションでは、太陽に面している側は非常に高温になり、影になっている側は極低温になります。このため、宇宙服には特殊な断熱材が使用され、宇宙飛行士の体温を適切に保つ工夫がされています。では、
なぜ私たちは地球上で快適に生活できるのでしょうか。それは、地球の大気が完璧な温度調節システムとして機能しているからです。大気は太陽からの有害な放射を防ぎながら、適度な熱を地表に届けています。また、温室効果ガスが毛布のような役割を果たし、地球の平均気温を約15度に保っています。もし大気がなければ、地球の平均気温はマイナス18度まで下がると計算されています。この温度について、もう少しわかりやすく考えてみましょう。マイナス18度というのは、一般的な家庭用冷凍庫の中とほぼ同じ温度です。つまり、もし地球に大気がなければ、私たちは巨大な冷凍庫の中で生活しているようなものです。このような環境では、私たちが知っているような生命は存在できません。地球の大気は、まるで巨大な宇宙服のような役割を果たしているのです。宇宙飛行士が着用する宇宙服について、面白い例を挙げてみましょう。国際宇宙ステーションでの宇宙遊泳時、宇宙服には14層もの特殊な素材が使われています。これは、冬の寒い日に着る重ね着と同じような原理です。しかし、宇宙服の場合は単なる防寒着ではありません。太陽に面している側は約120度という高温になり、反対側はマイナス160度という極低温になるため、この激しい温度差から宇宙飛行士を守る必要があるのです。これは、片側が真夏の砂漠で、もう片側が南極というような極端な状況を想像してください。最新の研究では、このような極端な温度差に対応するため、新しい素材の開発が進んでいます。例えば、2024年に開発された新型の断熱材は、わずか 1mm の厚さで、従来の宇宙服と同等の性能を発揮することができます。これは、スマートフォンのケースほどの薄さで、マイナス200度から400度までの温度変化に耐えられる画期的な素材です。このような技術は、将来の月面基地や火星探査にも活用される予定です。また、私たちの住む地球の大気の仕組みについても、さらに詳しく見ていきましょう。大気は、まるで玉ねぎの皮のように、いくつもの層で地球を包んでいます。一番下の大陸圏は、私たちが普段生活している場所で、上空に行くほど温度が下がります。これは、富士山に登ると寒くなることからも実感できますね。その上の成層圏では、オゾン層が太陽からの有害な紫外線を防いでいます。オゾン層は、まるで地球のサングラスのような役割を果たしているのです。さらに上の中間圏、熱圏、大気圏と続きますが、それぞれの層が異なる役割を持ち、地球の生命を守っています。これは、まるで何枚もの毛布を重ねているようなものです。一枚一枚は薄くても、重ねることで高い保温効果が得られるのと同じです。最近の研究では、この大気の層構造が、地球の気候変動にも大きな影響を与えていることが分かってきました。例えば、2023年の研究では、成層圏の温度変化が地上の気象パターンに予想以上の影響を与えていることが明らかになりました。これは、地球の大気が想像以上に繊細なバランスで成り立っていることを示しています。宇宙から見た地球の大気は、薄いブルーのベールのように見えます。宇宙飛行士たちは、この薄い層が地球上のすべての生命を守っているという事実に、驚きと畏敬の念を抱くと言います。この大気の層がなければ、地球は月のように極端な温度変化に見舞われることでしょう。月の表面温度は、昼間は摂氏130度以上にも達し、夜間はマイナス170度以下まで下がります。これは、オーブンの中から冷凍庫の中に一瞬で移動するようなものです。このような激しい温度変化は、岩石を膨張させたり収縮させたりすることで、月の表面にひび割れを作ります。これは、寒い冬の日に道路にできるひびと同じ原理です。地球の大気は、このような極端な温度変化から私たちを守ってくれている、かけがえのない存在なのです。さらに、宇宙空間の温度について、もう少し詳しく見ていきましょう。私たちの太陽系には、温度環境が大きく異なる8つの惑星があります。最も内側にある水星は、太陽に最も近い惑星です。水星の昼面は摂氏430度という極度の高温になり、鉛も溶けてしまうほどです。一方、夜面はマイナス180度まで下がります。この温度差は600度以上にもなり、私たちの想像をはるかに超えています。これを身近な例で考えてみましょう。もし水星の表面で卵を割れれば、昼側では一瞬で固まり、夜側では瞬時に凍ってしまいます。金星は、
熱い大気による強力な温室効果により、表面温度が常に460度以上という灼熱の世界です。これは、オーブンの最高温度よりも高い温度です。金星の表面では、鉛は液体として存在し、川のように流れているかもしれません。一方、火星は大気が非常に薄いため、気温の比較差が大きく、赤道付近でも昼と夜で約100度もの温度差があります。これは、朝起きたら砂漠の真夏、夜になったら南極の真冬というような極端な変化です。木星は太陽から遠く離れていますが、その大気の上層部は約400度という高温です。これは、木星の内部で発生する熱によるものです。木星の中心部の温度は約24000度と推定されており、これは太陽の表面温度よりも高いのです。土星、天王星、海王星も同様に、内部から熱を生み出しています。特に海王星では、マイナス200度という極低温の中、時速 2000km を超える強力な風が吹いています。これは、地球上で最も強い台風の10倍以上の速さです。最新の研究では、この風の源は海王星の内部熱にあることが分かってきました。2024年の観測データによると、これらの巨大ガス惑星の内部では、水素がヘリウムに変わる核融合反応ではなく、重力エネルギーの解放による熱生成が起きていると考えられています。これは、自転車のタイヤを急いで空気で膨らませると暖かくなるのと似た原理です。また、太陽系の外には、さらに驚くべき温度環境を持つ惑星が存在します。例えば、地球から約640光年離れた惑星ケルト 9b は、表面温度が約4300度にも達します。これは、私たちの太陽の表面温度よりも高く、鉄の気体として存在する世界です。反対に、惑星ワイズ 08550714 は、マイナス250度という極低温の世界です。この温度は、地球上で人工的に作られる最も低い温度に近い値です。このように、宇宙には地球とは全く異なる温度環境を持つ天体が数多く存在します。これらの天体を研究することで、私たちは地球の環境がいかに生命にとって理想的なものであるかを理解することができます。地球の平均気温は約15度という、生命が繁栄するのに最適な温度を保っています。これは、暖かい春の日のような、快適な温度です。このような環境が、40億年以上もの間、ほぼ一定に保たれてきたことは、実に驚くべきことです。私たちの住む地球は、広大な宇宙の中で、まさに奇跡的な温度環境を持つ特別な惑星なのです。最新の宇宙探査技術の発展により、私たちは宇宙の温度についてさらに詳しく理解できるようになってきました。最新の観測技術がもたらした発見の一つに、系外惑星のハビタブルゾーンの研究があります。ハビタブルゾーンとは、恒星の周りで水が液体として存在できる距離の範囲のことです。わかりやすく言うと、惑星がお椀の中のお粥のように、熱すぎず冷たすぎない温度帯に位置する領域です。2024年の研究では、私たちの銀河系だけでも、このハビタブルゾーンに位置する惑星が約400億個存在する可能性が指摘されています。これは、東京都の人口の約3000倍もの数です。ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は、これらの惑星の大気の温度や組成を詳しく調べることができます。例えば、地球から約40光年離れたトラピスト1という恒星系では、7つの地球サイズの惑星が発見されています。このうち3つの惑星が、ハビタブルゾーンに位置していると考えられています。これらの惑星の温度環境は、私たちの地球とよく似ているかもしれません。宇宙望遠鏡による観測は、まるで遠く離れた惑星の体温を測るようなものです。私たちが体温計で熱を測るように、望遠鏡は惑星からの赤外線を測定することで、その温度を知ることができます。最新の観測技術では、惑星の昼と夜の温度差まで測定することが可能です。これは、地球から何光年も離れた惑星の気象予報ができるようになったということです。また、人工衛星による地球の温度観測も、年々精密になってきています。2023年に打ち上げられた新しい気象衛星は、地表の温度を 0.1 度単位で測定することができます。これは、地球全体の体温をより正確に測れるようになったということです。このような精密な観測により、地球温暖化の影響をより詳しく理解できるようになりました。例えば、北極や南極の氷が溶ける速度が、これまでの予測よりも速いことが分かってきました。これは、私たちの地球が少しずつ熱を帯びていることを示しています。まるで、地球という患者さんに、
小さな発熱が始まっているようなものです。宇宙から見た地球の姿は、とても美しく、そして繊細です。宇宙飛行士たちは、地球が宇宙空間に浮かぶ青い宝石のように見えると表現します。この青い惑星の温度バランスを保つことは、私たちに課せられた大きな責任と言えるでしょう。将来の宇宙探査では、さらに高性能な観測機器が開発される予定です。例えば、2025年に打ち上げ予定の次世代赤外線望遠鏡は、惑星の大気中の温度分布を3次元的に観測することができます。これは、遠く離れた惑星の気象をスキャンのように詳しく調べられるようになるということです。このような技術の進歩により、私たちは宇宙の温度の謎をさらに深く理解できるようになるでしょう。また、これらの研究は、地球外生命の探査にも重要な手がかりを与えてくれます。なぜなら、生命が存在できる温度環境を特定することは、生命を探す上で重要な第一歩だからです。例えば、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は、その高性能な赤外線観測能力により、宇宙の温度分布をこれまでにない精度で観測することができます。このジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の機能について、もう少し具体的に説明してみましょう。望遠鏡は、マイナス233度という極低温で運用されています。なぜこんなに冷やす必要があるのでしょうか。それは、望遠鏡自体の熱が観測の邪魔をしないようにするためです。これは、真っ暗な部屋で星を見るのと同じ原理です。部屋の明かりがついていると星が見えにくいように、望遠鏡自体が暖かいと、観測したい天体からの微弱な熱を正確に測定できないのです。望遠鏡には、テニスコート5面分ほどの大きさの日よけが取り付けられています。この日よけは、5層の特殊なフィルムでできていて、各層の間には真空の空間があります。これは、魔法瓶の仕組みを巨大にしたようなものです。この最新技術により、13億光年以上離れた銀河の温度まで測定することができます。これは、130億年前の宇宙の温度を測っているようなものです。望遠鏡が観測する赤外線は、私たちの目には見えない光です。しかし、この赤外線は温度を持つすべての物体から放射されています。例えば、暗闇でサーモグラフィーカメラを使うと、人の姿を熱で見ることができますよね。同じように、宇宙望遠鏡は天体からの熱を観測することで、その温度を知ることができます。2024年の観測では、この望遠鏡によって、生命が存在する可能性のある惑星の大気中の水蒸気が発見されました。この発見は、地球外生命の探査に大きな希望をもたらしています。なぜなら、水は生命にとって必要不可欠な物質だからです。また、この望遠鏡は、宇宙の温度の歴史も明らかにしつつあります。ビッグバン直後の宇宙は、1兆度という想像を絶する高温でした。これは、太陽の中心部の温度の約100倍です。その後、宇宙は膨張とともに冷えていき、現在のような低温の宇宙になりました。この過程は、まるで巨大なホットケーキが冷めていくようなものです。ただし、ホットケーキは数分で冷めますが、宇宙は137億年かけて冷えてきたのです。このような宇宙の温度変化の歴史を理解することは、私たちの宇宙がどのように現在の姿になったのかを知る重要な手がかりとなります。さらに、この望遠鏡は、ブラックホールの周辺の温度も観測することができます。ブラックホールは、その強力な重力により周囲の物質を引き寄せ、その過程で莫大な熱を発生させます。その温度は数百万度にも達し、強力な X 線を放出します。これは、まるで宇宙最大の暖炉のようなものです。この観測により、初期宇宙の温度変化や、遠方の星形成領域における温度環境についての新しい発見が期待されています。星が誕生する過程でも、温度は非常に重要な役割を果たしています。星は、宇宙空間に漂う巨大な分子雲から生まれます。この分子雲は、マイナス260度という極低温の環境にあります。しかし、重力によって分子雲が収縮していくと、中心部の温度が徐々に上昇していきます。これは、自転車の空気入れで空気を圧縮すると暖かくなるのと同じ原理です。分子雲の中心部の温度が約2000度まで上昇すると、水素の核融合反応が始まり、新しい星が誕生します。この過程は、まるでキャンプファイヤーの火起こしのようなものです。最初は小さな火種から始まり、
徐々に大きな炎へと成長していくのです。2024年の観測では、オリオン座の分子雲で、まさに星が誕生する瞬間の温度変化が捉えられました。これは、赤ちゃん星の誕生の瞬間を見るようなものです。さらに興味深いことに、星の一生も温度と深い関係があります。私たちの太陽のような中規模の星は、約100億年かけて水素をヘリウムに変える核融合反応を続けます。この間、表面温度は約6000度を保ち続けます。しかし、やがて水素燃料が尽きると、星は膨張して赤色巨星になります。この時、表面温度は約3000度まで下がりますが、体積は現在の数百倍にも膨らみます。これは、風船を膨らませると表面が冷たくなるのと似た原理です。最後には、海藻を宇宙空間に放出して、白色矮星という高温で小さな天体となります。白色矮星の表面温度は約10万度にもなりますが、そこからゆっくりと冷えていき、最後は宇宙空間と同じ温度になります。これは、コンロの火を消した後、徐々に冷えていく鍋のようなものです。一方、太陽の8倍以上の質量を持つ大質量星は、もっと劇的な最後を迎えます。超新星爆発を起こすと、その中心部の温度は100億度を超えます。この爆発は、宇宙で最も激しい現象の一つで、一時的に一つの銀河全体よりも明るく輝くことがあります。これは、都市全体の電力を一瞬で使い切るような、途方もないエネルギーの放出です。このような星の誕生から死までの温度変化を研究することで、私たちは宇宙の物質循環についても理解を深めることができます。なぜなら、私たちの体を構成する炭素や酸素などの重元素は、すべて星の内部で作られたものだからです。言い換えれば、私たちは星の中で作られた物質でできているのです。これは、宇宙という大きな料理の中で、星が様々な元素を作り出すコックのような役割を果たしているということです。また、地球温暖化という現代の課題を考える上でも、宇宙の温度のメカニズムを理解することは重要です。例えば、地球の気候変動を理解するために、他の惑星の温室効果について研究が進められています。特に金星は、極端な温室効果の例として注目されています。金星の大気は 97% が二酸化炭素で構成されており、その温室効果により表面温度が460度以上にもなっています。これは、オーブンの最高温度よりも高い温度です。科学者たちは、このような金星の研究から地球の温室効果についての理解を深めようとしています。極端な例を研究することで、正常な状態をよりよく理解しようという取り組みです。例えば、高熱が出た時に体の状態を詳しく調べることで、健康な体の仕組みがよりよく理解できるのと同じです。最新の研究では、地球の大気中の二酸化炭素濃度が上昇し続けていることが明らかになっています。2024年の観測データによると、大気中の二酸化炭素濃度は産業革命前の 1.5 倍以上になっています。これは、地球という家の窓を少しずつ閉めているようなものです。窓を閉めすぎると室内が蒸し暑くなるように、大気中の二酸化炭素が増えすぎると、地球全体が暖かくなりすぎてしまいます。宇宙から見た地球の温度変化は、私たちに警鐘を鳴らしています。人工衛星による観測では、北極や南極の氷が予想以上の速さで溶けていることが確認されています。これは、冷蔵庫の氷が溶け始めているようなものです。しかし、地球規模では、この変化を元に戻すのは簡単ではありません。宇宙の視点から見ると、地球は閉ざされた系であり、私たちには他に移り住める惑星がないことを理解する必要があります。これは、宇宙という大海の中で地球という唯一の宇宙船に乗っているようなものです。この宇宙船の温度管理は、私たちの陸務員全員の責任なのです。2024年の気候変動に関する国際会議では、宇宙からの観測データが重要な役割を果たしました。人工衛星による地球の温度分布の詳細な観測により、温暖化の影響が最も深刻な地域を特定することができます。これは、地球という患者の体温を場所ごとに細かく測定しているようなものです。このような観測データは、効果的な対策を立てる上で重要な指針となります。宇宙から見た地球の姿は、私たちに大きな気づきを与えてくれます。地球は、広大な宇宙の中で、奇跡的な温度バランスを保った特別な惑星です。この惑星を、これからも生命が繁栄できる場所として維持していくことは、私たち人類に与えられた重要な使命と言えるでしょう。私たちの地球は、広大な宇宙の中で、奇跡的なバランスを保った温度環境を持つ特別な惑星なのです。最後に、
私たちの住む宇宙の温度について、さらに興味深い事実をご紹介しましょう。宇宙には、私たちの想像を超えるような極端な温度環境が存在します。例えば、中性子星の表面温度は約100万度にも達します。これは、太陽の表面温度の約170倍という驚くべき高温です。もし中性子星の表面の物質を小さじ1杯分だけ地球に持ってきたら、その熱で地球全体が蒸発してしまうほどのエネルギーを持っています。また、パルサーと呼ばれる特殊な中性子星の内部温度は、約10億度にも達すると考えられています。この温度は、地球上で人類が作り出せる最高温度の約1000倍です。一方で、宇宙には極低温の領域も存在します。例えば、暗黒物質が集まっている領域は、絶対0度に近い温度まで冷えていると考えられています。これは、私たちが知っているどんな冷たいものよりも、さらに冷たい環境です。2024年の研究では、このような極端な温度環境が、新しい物質の状態を生み出している可能性が指摘されています。例えば、超高温では物質はプラズマ状態になり、超低温では物質の波動性が顕著に現れる量子状態が観察されます。これは、私たちの日常では見ることのできない、物質の特殊な姿です。このような極端な温度環境の研究は、新しい技術開発にもつながっています。例えば、超伝導技術は、極低温における物質の特殊な性質を利用したものです。これは、リニアモーターカーや医療用 MRI 装置などに応用されています。また核融合発電の研究では、太陽の中心部のような超高温環境を人工的に作り出す試みが進められています。もし、これが実現すれば、地球上でも星のような核融合反応を起こすことができ、クリーンで無尽蔵なエネルギー源となる可能性があります。このように、宇宙の温度についての研究は、私たちの生活を豊かにする新しい技術の開発にもつながっているのです。宇宙の温度について学ぶことは、単に天体の性質を理解するだけでなく、私たちの未来の技術発展にも重要な示唆を与えてくれます。そして何より、この研究は私たちの住む地球がいかに特別な環境を持っているかを教えてくれます。宇宙の温度について、さらに身近な視点から考えてみましょう。私たちが夜空を見上げるとき、星々の温度の違いを色で見分けることができます。青白い星は最も熱く、表面温度は2万度以上です。白い星はその月に熱く、約1万度程度です。黄色い星、私たちの太陽もこの仲間ですは約6000度、オレンジ色の星は約4000度、そして赤い星は約3000度と、比較的低温です。これは、ちょうど鉄を熱した時の色の変化と同じ原理です。最初は赤く光り、どんどん熱くなると、オレンジ、黄色、白、青白と変化していきます。2024年の観測技術の進歩により、これらの星の温度をより正確に測定できるようになりました。例えば、分光観測という技術を使うと、星の光を虹のように分解して、その温度を詳しく調べることができます。これは、まるで星の体温を測るようなものです。また、星の内部では、驚くべき温度変化が起きています。例えば太陽の場合、表面は約6000度ですが、中心部は約1500万度にも達します。この温度差は、地球上で観測される最大の温度差の100万倍以上です。このような極端な温度差が、一つの天体の中で安定して存在していることは、とても不思議な現象です。これは、まるで表面は氷のように冷たく、中心は溶岩のように熱い惑星があるようなものです。実際、木星や土星のような巨大ガス惑星では、このような極端な温度差が存在します。最新の研究では、これらの惑星の大気で観測される巨大な嵐は、この温度差によって引き起こされていることが分かってきました。木星の大赤斑は、地球の直径よりも大きな巨大な嵐です。この嵐は、400年以上も観測され続けていますが、これは内部の熱が大気の動きを維持しているためだと考えられています。地球の気象現象と比べると、その規模の違いは驚くべきものです。例えば、地球の最も強い台風でも大赤斑の100分の1程度の大きさしかありません。また、宇宙には温度という概念を超えた現象も存在します。ブラックホールの中心部は、温度という概念すら意味を持たない特異な場所です。そこでは、物理法則そのものが私たちの理解を超えた状態になっています。これは、まるで温度計のメモリが存在しない世界のようなものです。2024年の理論研究では、
このようなブラックホールの特異性について、新しい理解が得られつつあります。量子重力理論という最先端の物理学では、超高温と極低温が同時に存在するような状態が予見されています。これは、私たちの日常的な感覚では理解が難しい現象です。しかし、このような極限状態の研究は、宇宙の始まりを理解する上で重要なヒントを与えてくれます。なぜなら、宇宙の誕生の瞬間も、同じように私たちの理解を超えた状態だったと考えられているからです。ビッグバンの直後、宇宙は想像を絶する高温状態でした。その後、宇宙が膨張するにつれて冷えていき、現在のような姿になりました。この過程で、様々な物質が形成され、最終的には私たちの住む地球のような惑星も誕生したのです。つまり、私たちの体を構成する物質も、かつては超高温の宇宙の中で作られたということになります。この意味で、私たちは文字通り宇宙の子供なのです。宇宙の温度について学ぶことは、私たちの起源を理解することにもつながっています。そして、この学びは私たちに重要な教訓を与えてくれます。それは、地球の環境がいかに特別なものであるか、という認識です。宇宙の様々な温度環境を研究すればするほど、地球の温度環境が生命にとっていかに理想的なものであるかが分かってきます。私たちの住む地球は、極端に暑くもなく、極端に寒くもない、まさに適温の惑星なのです。このような奇跡的な環境を守り、次の世代に引き継いでいくことは、私たちの重要な責務と言えるでしょう。本日の宇宙の神秘についての動画はいかがでしたでしょうか。もし星々の輝きのように心に残る内容でしたら、チャンネル登録と高評価で応援していただけますと幸いです。それでは、また次回の動画で広大な宇宙の旅をご一緒しましょう。今日も素敵な宇宙の時間を共有させていただき、ありがとうございました。